どうもこんにちは。武道でございます。やっぱ顔は明るくいかなきゃいけないんだけどね、真面目にね、世の中のことを考えてるとね、ペシミズムにもなってくるんですよ。いやそれも確かにただの主観的なペシミズム、悲観でしかないんですけど、ということで、こういう悩める子羊のお部屋ということでですね、今、後ろが死ぬほど汚ねえから即席で作ってこうやってやってるだけなんです。ありがとうございます。このフォントを提供していただいた、無償で提供していただいたキャンバ支援者の方。こういうおしゃれなフォントが、こうやってオープンソースとして使える時代っていうのは本当にね、なんか、すごい時代だなと改めて25歳なりに感じるわけでございますよ。なんですけどね、今日はいろいろ、もちろん仕事はありますから仕事をしてたんだけれども、これも大事な仕事の一つだと思ってて、こうやってね、思ったことを伝えるっていうのも、やっぱ自分のね、こう、確固たる信念みたいなものはあるつもりなんですけど、やっぱ何をやっていいのかっていうのはすごく難しいんですよ。AI の登場によって。そのお話をちょっと今日はね、愚痴なのか、お悩み相談をさせてくれなのかよくわかんないですけど、私のお悩みを聞いていただきたいということで、お悩みを聞いてくださいコーナー。なんか最近優しいアプリみたいなのあるじゃないですか。なんか優しい言葉しかない誹謗中傷はありませんみたいななんか SNS みたいな新しいのあるじゃないですか。あれも結構頑張ってると思いますけど、ね、それです。あの優しい世界を作りたいなと。私悩んでるので、わからないんで、誹謗中傷も答えになり得るかもしれない。けどもこのお悩みっていうものに対して、ちょっとね、少しご相談させていただきたいと思います、皆さんに。こちら側からのご相談コーナーということで、皆様に答えを問いたい。とりあえずね、皆様へのご相談。これから我々人間っていうのは何をしていったら生き残れるんでしょうか？教えてください。私はですね、ある程度、特にそれこそ5年前、4年前、自分が何かをやっていくっていうふうに決めたときに、ある程度の答えはあったんですよ。人間にしかできないことを事業にしていく。漠然としてると思いますけれども、ここではあまりすごく細かく言うべきタイミングでもないのかなと思うので、ちょっと省いておきますけど、そういうね、ものを思い描いてたわけですよ。しかしながら、オープン AI 様が全てをやってくれたわけです。オープン AI が、チャット GPT をリリースしてからというもの、もちろんね、あれは世の中に革命を起こす、すげえものだと思いますよ。ただ、あれが出たおかげで自分は余計わからなくなったんですよね。何をすべきなのか。要するに、AI おればいいんじゃねっていうものを拭いきれないんです。これを、いやいや、それは考えすぎですよって、ただの杞憂ですよ、というふうにおっしゃる方もいると思うんですけど、そう思えないんですよね。人間じゃないとできないことっていうものを AI を加味した上で探してみるんですけど、どうしてもないんですよね。今自分が要するに教育業をやりたいっていうのは、絶対に教育っていうところは人と人との関係性がなければならないっていうふうに、今、確信してたんですよ。AI が入ってきても。しかしね、実際にじゃあチャット GPT っていうものが、こう世の中に普及してきたときに、本当にそうなのかって言われたら、そうじゃないかもしれないなっていうことをすごく思い出してですね。どういうことかっていうと、人間にとって変われるんですよ、AI は。そういうふうに自分はふと思う時がございまして、そうなってくると教育っていう人が大事だって自分が主観的に思ってるこの分野も AI がありゃ別に人間いらないでしょと。AI に任せた方が良くないですかというふうなことにね、なってくるんですよ。きっと。それが悩み。別に教育業を取り上げるつもりではないです。各種コンサル業だってそうだと思います。教育なんてコンサルと一緒だと思ってるんで、
IT コンサルだってね、経営コンサルだって、まあ、金融コンサルだっていろいろあると思いますけど、そういう知識業、まあ弁護士とかもそうですよ。ああいうのって AI いたら本当いらないのよなっていうふうに感じるんですよね。で、結局今もそうなんですけど、AI がこう、世の中の中心になってくる前段階から、まあ工業化っていうのは進んでたわけですよね。で、手作業とか、まあ、大工がやる仕事、まあ、例えば電信柱なんてのも昔こう大工さんが10人、20人になって運んでたのも、まあ、今電信柱なんてこう、なんていうのかな、パワーリフトっていうのはあれ、工業機械で運んで植えるっていうのを機械一人と人間一人でできるわけじゃないですか。そういうふうに AI に入る前からまあそういうふうな技術っていうのはあったので、もちろんそれで人間は何をやったらいいんですかはてなっていうことはね、ずーっとこう、テーマにはなってきた問題ではあるんですけど、この AI ほどね、強くそれを感じることは、おそらく歴史上なかったはずです。もうこれは断言しておきます。やっぱり機械を動作するのも機械単純作業しかできない。つまり自分で考えるっていうことをできなかったから、人間が入力した動作をもとに動いて、電信柱を動かして、で埋めるっていうことをしていったので、やっぱり監督者っていうのも必要だし、まあ、デバッカーというか、その命令の異常が起きた時に直す人っていうのも大事だったんですよね。だから結局人間の思考を機械で自動化するっていうのが今までのそのまあ機械化工業化っていうところの要素だったんですけど、この AI っていうものの今までと全く違う要素っていうのは自分で勝手に学んでバグも修正するんですよね。もちろんそれはね、修正できないバグっていうのもありますよ。要するに AI のバグをシステム上一人で直せば、もうあとは勝手に自分で細かいバグを直していくんで、そこに携われる人はまあ、一人でいいわけですよね、要するに。さらに言えば、そもそもそのバグかどうかを見極めれる人ってむちゃくちゃ頭いい人じゃないといけないんで、もう自分なんてさらさら無理なんで、そういうところを考えたときに、いわゆる一般的な人々の役割がなくなっちゃうわけですよ。そこが今までと全然違うところ。まあ AI のそれを直せる人っていうのは、むちゃくちゃ専門的な人。なんで少数精鋭部隊みたいになってくるわけですよ。で、そうなってきたら少数精鋭の人たちがバグを直しさえすれば、あとは、まあ一般的なバグなんていうのは、AI が自分で直せるわけですから、勝手に直していきゃいいわけですよね。そうなってきたら必要な人って、少数精鋭の人だけじゃねと、極端な話になってくるわけですよ。で、監督者っていう観点で見てみても、その AI が監督するっていうことが可能なので、考えるっていうことができるから、デバッグに特化した AI っていうのを使っちゃえば、そうすれば、まあ、AI 搭載したロボットが直してしまうというようなことが多分あり得るんですよ。これから本当に。で、そうなってくると、やっぱ投資すべき分野っていうのは AI 開発の分野だとか、もちろん DX 化っていう分野になってくるんでしょうけど、なんていうかな。誰でも想像できるし、みんなやる。当たり前だから。ね、そういう風になってくるとね、極論全部 AI がやりゃいいんじゃねえのってなるんですよね。だから、いや、そういう頭のいい人たちが AI を作るけど、現場は人間の仕事だみたいな、なんか流れは、まあ、昔からこう、やっぱあったんですけど、それも、こう、なくなってくる可能性があるんですよ、本当に。資源さえあれば。ロボットを作る資源さえあれば、1000人、1000台分のロボットができる以外のことは、まあ、70億人の人間が手を差し伸べてやらんといけない。っていう感じで、結局ロボット支援みたいなことになるんですよね。で、人間はロボットができない分野を埋めるだけの存在みたいなことになってくるんですよ。これをね、どうにかしてほしい。皆さん、私に答えを欲しい。だからやっぱり、結局のところ AI と、まあ、DX デジタル化
っていうのを日本で推進していくっていう、素直にそういうビジネスがいいのか、自分としては AI にはなかった新しい視点みたいなものを供給する、人間が人間らしくあるためにじゃないですけど、そういうまあ少しちょっとこう抽象的ではあるんだけど、AI が世の中に普及するからこそ必要となってくる人間性の回復みたいな事業を考えたかったんですけど、あまりにも AI が人間すぎて、これから自分が AI って言われても気づかないような社会が間違いなくやってくるんだろうし、それを世界の天才たちは想定してるんだろうなっていうことをすごいこうひしひしと感じたので、何をやりゃいいんだろう結局なっていうのをすごく迷ってるわけですよ。だから結局人間ね、こういうふうにその議論することしかできない。AI っていうのは議論できませんから、まあ、議論をするように振る舞えって言われたら議論はできるんだけど、あれは本当の議論じゃなくて、答えをパッて出してるだけだから、議論するっていう答えを出して、プロットに乗ってて喋ってるだけなんで、やっぱ、議論するのは多分 AI はまだ下手。だから、こうやって人たちは悩んで議論をするっていうことにね、注力しだすわけですよ。ただ、こうやって議論をしても限界があるんで、これでいわゆる食っていくっていうのは、それはもう本当にタレント業だけど、タレントが溢れすぎちゃうってことになるから、そうなってきたらまたビジネスの新しい局面を超えなきゃいけないんだろうなって思うんだけど、本当にね、見つからないんで、皆さんにお尋ねしたい。何をすれば、こう、救われるんですかと。人間は、こう、経済を回していけるのかと。もう AI 仕事だけでいいじゃんって思ってくる時があると思うんですよね。そういうふうに思ったら、やっぱ心の底からやりがいを感じて働くことができないような気がする。で、そういう社会に向けて何をしていけばいいのかっていうのはすごくこう悩みで、その答えを皆さんに問うたいわけですよ。ぜひとも答えを教えていただきたい。寝ながらね、寝落ちする寸前にこの、くだらない私の悩みを聞いていただくだけでいいんです。それでもいいんで、ぜひともよろしくお願いいたします。以上、愚道は悩んでいるというお話でございました。ありがとうございました。